はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。前回に引き続きましてハリオの佐野さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハリオの佐野です。はい、今回ね、前回の動画まだ見られてない方ぜひね前回の回を見てほしいんですけども、今回ですねハリオさんの協力のもとですね、このサイフォンのテクニカを使いまして、サイフォンの基本的な入れ方から今回はね浅入りを入れていきますということなので、前回ね深入りを入れてものすごく美味しかったということで、今回は浅入りを入れたらどうなるのかということで、また入れ方をレクチャーしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。いってみよう。はい、では今回浅入りでサイフォン入れていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速入れていきます。前回のおさらいなんですが、やっぱりこう沸かしたお湯を使ってお湯を注いで、そうですね。はい。で、浅入りということで、あんまりこう変えたところはあんまそんなないんですけど、ただ1個、ちょっと引き目を粗めにしてます。中粗挽きぐらいの引き目にしてます。はい。っていうのも、先ほど入れた時もそうだったんですけど、やっぱりそこまで、抽出効率が良くないコーヒーなんですが、今回は粗めのコーヒーを使って長めに抽出時間をとってしっかり成分を抽出してあげるという方向にちょっと切り替えていこうかなと思います。細かくして短時間で入れてもいいんですけど、それとかなり豆によってコントロールが難しいので、浅入りの場合は極力、抽出の時間を長めにとってあげることが一つポイントですね。で、同じ引き目で抽出時間だけ伸ばしてしまうとちょっと嫌な成分出てしまうので、そこは引き目でコントロールしてあげるといいかなと思います。基本的なやり方は前回の動画でねいろいろ説明していただいているので、ぜひご覧ください。はい、前回の動画で深入りを入れた時にやっぱりこう口当たりがすごいいいよねっていう話を撮った後も話してたんですけど、やっぱりそのポイントっていうのがやっぱりこのネルの部分にありまして、フレンチプレスとかで入れるとコーヒーのオイルがカップの上にこう浮かぶのがよく見えると思うんですけど、サイフォンで入れても実はですねすごい細かくカップの中にコーヒーオイルが溶け込んでるんですよ。すごいもう細かくですね。でそれがだんだんこう冷めてくると、油って熱い時サラサラしてると思うんですけど、冷めてくるとちょっとサラダ油とかドロッとしてますよね、冷たい時。そういったイメージでおそらくその細かく散りばめられているコーヒーオイルが冷めてくるにあたってだんだん粘性を持ってああいう独特な素晴らしい口当たりになってるんじゃないかなと思いますね。ただそれはメタルのフィルターと違ってネルが細かくカップの中にオイルを溶け込ましてくれているので、そういう味わいの特徴になるのかなと思います。このねコーヒーオイルのねまたポイントなんですよね、コーヒーを味わう上でね。そうですね。美味しいコーヒーのコーヒーオイルはとてもいい、味になりますからね。それをちょうどいい感じでサイフォンって入れてくれるんだなっていうのが第一印象でしたね、僕。ぜひご家庭とかでやっていただいたら、コーヒーカップに移していただくと思うんですけど、飲む前に、カップの表面をですねこうよく見ていただきたいですね。オイルの出方というか、それもポイントの一つです。そうですね。自宅ででもねサイフォンこうやってできたらかっこいいですよね。めちゃくちゃね。前回の動画見ていただいても分かるんですけどサイフォンって実は僕たちがやってるのって本当に混ぜるしかやってないんですよね、実は。あとは誰でも多分できる簡単なこと、本当にメモリまでお湯入れるとか、時間を計るとか、人間が手を加えてる部分って混ぜる部分だけなので、そこをこううまくポイントさえつかめばドリップより簡単なんじゃないかなって思いますね。一回ね分かってしまえば結構もうさささっとやって、途中でこうやってる間にサイフォニストの方が喋りでなんとか間をつなぐって言ってましたけど、例えば自宅で一人でやるときには物思いにふけるみたいな。そうですね。僕は結構一人で入れるときはさて何秒浸止してやろうかなとか、このコーヒーのフレーバーとかを見たときにあんまり長く抽出しても味出なそうだなとか、そういうことを考えてますね。でお湯がちゃんと沸いてから粉引いてとか揚げたりすると引き目とかも直前で調整できるんで、お湯沸くまでの間にレシピをこう一回自分の中で考えてワクワクしながら、すると
自然と時間が経って一人でも、はい、楽しめる妄想に、ね、妄想にふけて、はい、さすがサイフォニストさんのでも楽しいですよね。そうですね、はい、で今回このコーヒーも割とその、オレンジとかみかんっぽい、その甘めな酸味が特徴的なコーヒーだったので、若干抽出の時間を延ばしてあげて、しっかりそこの成分が出るぐらい抽出してあげるアプローチに切り替えてます。ここぐらいまでグツグツ沸いてたら準備完了ですので、はい、上に粉を入れておいて抽出していきます。はい、で差し込みます。ここはハンドドリップでいう蒸らしと同じっていうふうに考えていただければ分かりやすいので、はい、素早くですね攪拌して粉とお湯をなじませて、はい、あとはここから45秒待ちます。攪拌のコツもですね、少ない回数でお湯とコーヒーの粉を素早く交わらせるということがポイントですね。かき回しすぎてしまうとそれが結果的に嫌な味抽出してしまうことになるので、サイフォニストは攪拌するところが見せ場なのにあんま攪拌したくないっていう、はい、ちょっとジレンマを抱えているんですよね。はい、で火を消して、はい、今度は素早くですね上にガスが上がってくるぐらいかき混ぜまして、ちょうど今みたいに攪拌終わったようなタイミングで下に落ちてくると非常にいいタイミングですね。抽出できました。はい。所作はねやっぱり慣れが必要なんでしょうけど、そうですね、意外と早く終わるっていうか、開けないっちゃ開けないっていうか、ね、お湯沸いたら、大体2分ぐらいで抽出終わっちゃうので、ですね。はい、で本人は混ぜてるだけなので非常に簡単で、あとよく聞かれるのがこの上のコーヒーの粉の状態をよく聞かれるんですけど、こうちょっとこんもり盛り上がってますよね。はい、ドームができるなんていうふうに言ったりするんですけど、これがじゃあできたから美味しいとかできなかったから美味しいということではなくて、基本的にですねガスが抜けきった状態がうまく作れているとこういうふうなドームになりやすいと言われています。はい、ちょっとマニアックなんですけど、やはり下の空気がこう縮む力で上のコーヒーを引っ張ってくるので粉が真ん中に集まってくるんですよね。なのでガスがちゃんと抜けていればそのガスに邪魔されずコーヒーが真ん中集まってきますし、ちゃんとガスが抜けてないと引っ張られる力がガスによって弱まっちゃってドームができないまま落ちていくので、あくまでも抽出の目安としてお考えいただければなと思います。ありがとうございます。では早速飲んでみましょう。結構浅いなんでさっきのほどのコーヒーと色がだいぶ違いますね。本当ですね。やっぱ全然違いますね、前回と。そうですね、色が全然違いますね。楽しみです。はい、皆さんお疲れ様でございました。今回はサイフォン、浅入りバージョンということで、入れていただきました。では早速いただきましょう。いただきます。全然違う、前回と。でもね、これはこれで美味しい。なんでしょう。これはね、入りの差なんですけど、もっとね、あっさりというか入ってる。ただ単にそのドリップで入れる浅入りで入れたものよりか、コクのようなものを感じますね。すごい。サイフォンの特徴として、やっぱそのコーヒーが持っているフレーバーとか、そのコーヒーがどんなキャラクターを持ってるかっていうところを一番引き立ててくれるのがペーパードリップって割とこうまんべんなくいろんな味を出すのが得意だと思うんですけど、サイフォンに関しては明確にこのコーヒーのキャラクターが分かりやすいコーヒーになってくるので、非常に特徴が分かりやすいかなっていう。かもしれない。特に浅入りはもう温度変化を楽しんでほしいですね。暑い時っていうのはやっぱりこうなかなか味感じにくいので、冷まして
どんどんこうフレーバーが開いていくっていうような楽しみ方がすあごくいいかなと。今ねもうほとんど飲んじゃった言うのが遅かった喋ってる間ずっと飲んでたっていうね。ちょっと冷ましてみました。これで改めて飲んでみます。いただきます。美味しい。これねやっぱね冷ましたら分かるんですよね。嫌な酸味というものがかなり薄いっていう感じなんで飲みやすいなって思うんでしょうね。で冷ましたことによってフルーティーさが増しました。やっぱり香りが良くなった。サイフォンでやるとちょっとこう全体的に丸くなる、印象がありますね。やっぱねこの丸みを出すのはそのサイフォンの中でもそのネルフィルターを使うタイプっていうのが丸みが出やすいかなという感じになってますね。それでペーパーでやって、もちろんねもう少しすっきりとやってもいいんでしょうけどね。いやねこの朝入りもサイフォンはありです。これは新境地かもしれない。皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。バイバイ。